ピンポーン。この動画に出てくる銃は遊戯銃、エアソフトガンです。日本で購入が可能な完全に合法な玩具です。当職が言うから間違いなく合法なり。1月に注文したエアガンが未だに届かねえというか入荷しねえ。ピットバイパーは5月に入荷からの発送。勘弁してほしいっす。おはこんばんちは、埼玉です。今回は、ブルアーモリー、サス2、ウルトラライト、3.25 の、紹介です。トキシカントエアソフトのガスガン。世にも珍しいハイキャパのコンシールドキャリーです。ベースは丸い。パーツに互換性あり。新品の価格は21,600円で、今回は、D ステージガンネット3で2万円の中古品を購入しました。現在、新品は絶賛在庫切れで、次回入荷は4月下旬とされていますが、海外製品なので多分入らない。内容としては、銃本体とマガジンのみで、説明書やおまけ程度のたまたまは入っていませんね。空きスペースがあるのは、サイトとコンペがついたモデルがあるためです。4000円程度の追加、25,000円程度で売られています。社外品のを買うよりお得ですね。重量は、思ったよりも軽いです。本体は 520g、マガジンを含めると 888g でした。マガジンは CO2 でした。底蓋は VTEC と同じ形ですかね。見た目にの次仕様です。押した感触、はい、入ってます。本体をペロペロしていきましょう。いやー、私の理想のサイズです。V10 のハイキャパバージョンですね。グリップが気持ち短く、マガジンは通常サイズなので、わずかにはみ出します。特に問題はないです。コンバットマスターを並べました。こんだけ単焦なんです。アーマラーワークスのマガジンと比較。見た目は一緒。ガスルートパッキンはサス2の方が狭い。リップの形状も若干違うわ。リコイルスプリングは CO2 仕様だけあって固めかもしれません。引き金は、普通。磁石でチェックしましょうね。スライドは樹脂です。バトンと同じ素材かな。アウターバレルについているように見えますが、インナーバレルについています。アウターは非鉄金属です。シャシもダイキャストなので、丸いと同じような素材ですね。間違いなく合法。分割しました。ハイキャパと同じです。リコイルスプリングに衝撃吸収用のシリコンリングが入っています。短。バレルは引っこ抜くだけ。アウターはダイキャストですかね。ニッケルメッキの安っぽさが残念。丸いと同じ構造のバレルとチャンバー。丸いと違うのは、ガイドを刺す突起がないところかな。ホップ調整も一緒。丸いと構造は一緒でも形は違うかな。特徴的なバレルなのですが、冷却のために溝を切ってるんでしょうね。連発するとあっという間に熱で変形しそう。樹脂製のスライド。LA ホビーショップさんのホームページに記載されているのですが、スライドストップノッチに強化プレートが入っていません。間違いなくかけます。取り扱い注意です。
刻印ではなく、印刷ですね。レールの上には、ブルアーモリー、USA、有限責任会社、マイアミ、フロリダと書かれています。レール底部には、メイド、イスラエル、個体番号的なのが書かれています。アメリカなのかイスラエルなのかどっちなんだろうな。反対側には、サス2ウルトラライトと書かれています。SAS2 ですかね。日本の S2S とは無関係。重厚ですが、正面から見ると面白い形してますね。小生は就航タイプです。正門は調整式ですが点は打たれていません。引き金もなんだけど、グリップセフティと撃鉄のメッキが安っぽさマシマシで嫌ですね。グリップにはブルのロゴ。今時普通のチェッカリング。ハウジングもプラ製でした。初速測る前に空打ち。バトンの BS ホストよりは弱め。でもちゃんと CO2 の衝撃です。力茶とも比較したいので、アーマラーワークスのマガジンにハイバレットガスを注入。ため終わったので、力茶マガジンを刺します。干渉するのでしょうか、カチッと刺さりませんね。見えにくいのですが、ローディングノズルがリップに引っかかっています。ダメです。バトンのハイキャパマガジンバージョン2はどうでしょうか。これで運用を考えているので刺さってほしい。やはり引っかかります。はい、スライドが閉鎖しません。問題外です。全然ダメです。外部ソース化した WeTech 製はどうだろうか。閉鎖不要ですね。アーマラーがダメだから Wii もダメでしょ。じゃあ、ダブルベルは刺さりました。ノズルの引っかかりもなく、多分使えますが、ボンベが抜けにくいので使いません。先ほど試した Wii のマガジンが使えそうだったので、外部ソースで空打ちしてみます。ナイスですね。バキバキに動きます。CO2 マガジンよりも弱めなので、スライド破損のリスクも軽減できると思われます。実際、買って数日で割れた事例もあるようです。バトンのように。次は、プライマリーエアソフトの外部ソースアダプタをつけた丸い純正ハイキャパマガジンで空打ちします。このアダプタを使うと、スライドストップが使えなくなるので、ノッチ掛け対策になるんですよね。初速を測ろうとしたら空になったので、ボンベ交換します。これは元から刺さっていたノーブランド品。マルシンボンベを使用します。ボンベ入れて蓋を閉めるだけです。噛み合わせをしっかり確認しようね。斜めに無理やりねじ込んで初期不良とか抜かす輩がいましたね。指で回らなくなったら、マグバンパーの穴に蓋の出っ張りをかませてねじ込みます。あれ？全然漏れない。他社は微量に漏れるのですが、これはほぼ無駄がないですね。あとはマグバンパーをはめて完了。
格好悪い。満タン状態だとリコイルも強いね。初速を計測します。まずは付属の CO2 マガジンから。弾は 0.2g。74.96。やはり日本向けに調整してるんですね。73から75くらい。非常に安定していますね。お次は外部ソースで試してみます。70.23。わずかに落ちます。70から72。こちらの方がブレ幅が狭いですね。このサイズでこの初速ならありだと思います。最後に空打ちして遊んでみました。トキシカント、ブル、サス2、ウルトラライト。いかがでしたか？エブリデイキャリーなんて書いてあります。常備ですよ常備。いいところとしては、安心の国内仕様、唯一無二のスタイル、丸い互換。難点としては、スライドの耐久性です。交換部品が売っていれば気兼ねなく使えるのですが、現状は使いにくいですね。そうそう、見ての通り、アンダーマウントが短いので、私が持っている丸いのウェポンライト、C 級フラッシュはつきませんでした。それでは、また次の動画で会いましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。